緑が生い茂っているここ、実は空港内なんです。場所はドーハ。前回バルセロナから来た私、お目当てのニューヨークに向けて大西洋を渡ります。今回もカタール航空、ビジネスの最高峰と言われるQスイートです。飛行時間は14時間とロングフライト。ドーハ空港の乗り継ぎは同じターミナル内。乗り継ぎ時間は2時間なので、回りたいところを急いで回ってきます。こちらが屋内熱帯植物園と言われるジ・オーチャード。天井から差し込む開放的な光、たくさんの緑に癒されます。1階部分はより緑が生い茂っていて、歩くだけでも楽しい。ラウンジはこちらのルイ・ヴィトンを目印に2階上がります。ここのラウンジはゲームルームまであるみたい。朝6時だというのにかなりの人が利用されていました。ラウンジは横長の作りになっていて、上から植物園を鑑賞できます。ビュッフェエリアです。正直そこまではお腹は空いていないんですが、中東の料理にすごく興味がある。なのでちまっちまいただきます。今ついでいるのはサンバルと言われる料理。以前南インド料理を食べた時に提供されて、個人的にはとても好きなもの。やはり今までのラウンジと比べて料理の種類がガラッと変わるのがとても魅力的。こちらはマッシュルームのガーリック炒め。中東料理は全くの無知で、何を食べればいいのかわからないので、とりあえず前のおじさんの真似をしてました。こちらはパスタとはまた違う、どっちかというと焼きそばに近いようなもの。よし、これくらいにしておきましょう。席へ向かいます。ドリンクは何かデトックスみたいな名前がついたものでは、パパッといただきます。この麺すごく美味しかったの。せめて名前だけでも覚えてればよかった。中東料理の独特のスパイスの味がたまらない。ラウンジの食事ランキングのかなり上位に食い込んできました。真面目におかわりしたいくらい美味しかったんだけど、搭乗時間までもう時間がなくラウンジを離れます。ラウンジだけでなく空港そのものが魅力的。植物園にも冒険心くすぐる建物やウォーキングできるスペースがあったり、高級車のスロット、有名なモニュメントも複数あります。実はラウンジももう1箇所あって、もっと乗り継ぎ時間が長い方が楽しめる気がします。機内に乗り込みました。席は一番手前の窓側席。こちらが念願のQスイート。この映像だけでは分かりづらいと思いますが、座席に対して後ろ向きに走っているんです。初めての座席の作りですね。離陸前にはアラビックコーヒー。これから14時間のフライトが始まります。ではQスイートの座席見ていきましょう。最も驚いたのがテーブルの広さ。開けるとこんなにも広いんです。これだけで食事の快適さが段違い。座席のシートボタンもこのようにずらり。
アメニティポーチです。前回同様ディプティックのものですが、ポーチの形が若干違います。内容は変わらず、靴下とアイマスク、ボディローションとのスキンケア、最後にミニ香水です。食事に関しては前回のカタール航空の便で学んだ注意点を生かして注文。今回は朝食にアサイ、メインはスープとステーキを離陸前に注文しました。アラカルトの一番下ライトミールですが、本来違うものを注文したかったのですが売り切れだったためこちらになりました。朝食のアサイースムージーです。カタール航空といえばこのテーブルセット有名ですよね。キャンドル風のライトが一つあるだけでも印象が全く違います。ドーハ空港のラウンジで中東料理食べたばかりだったので、さっぱりしたものを朝ごはんに。飲み物は冷たい牛乳を頼みました。この絵が何ともビジネスクラスっぽい。そんな理由で頼んだのがノンアルコールのスパークリング、そして冷たいアイスクリーム。機内にもかかわらずシャンパングラスで提供されるところがさすが。アイスクリームの風味はもちろん、ザクザクしたクランチやソースがかかっていて、まるでミニパフェのように楽しめる芸術点の高い一品です。ちなみに私が着ているのはカタール航空のパジャマ。アメニティの一つであり、上下分かれたパジャマになってます。機内のトイレの様子。着替えに必要な荷物置きであったり、十分なスペースが備わっています。またディプティックのフェイスミストやフェイスクリーム、歯ブラシも利用することができます。さて、ライトミールを頼むことにしました。甘いもの続きだったのでしょっぱいものが欲しかったのですが、もうないとのことで今回はアフタヌーンティーを注文。機内食ではブリティッシュエアに続く2回目のアフタヌーンティー。2種のスコーンにサンドイッチ、そしてこちらはミニケーキがついています。上にはバター、ジャム、クロテッドクリームです。飲み物は紅茶とアップルクーラー。アップルクーラーはさっぱりしたリンゴジュースのようなもの。美味しかったのでおすすめ。こちらのミニケーキが意外と本格的。ホワイトチョコをベースにしたケーキの中にはキャラメルクリームが入っています。この小さいケーキたちまで本格的ですね。仮眠を取るときはこのようなふかふかの毛布と枕。時差のことも考えて寝たのはだいたい2時間ぐらいかな。着陸まで残り2時間、最後の機内食です。事前に注文したものとは別に塩、コショウ、オリーブオイル、バターとパンもついてきます。はじめはスターターとして頼んだスープ。
ブルーテスープが何なのか知らずに頼んだのだけど、こんな感じでとろっとしたスープでした。野菜の甘みが感じられ、優しい味です。こちらがメインのお肉。とっても分厚くて盛り付けも豪勢です。せっかくなので赤ワインも注文。選んだワインはシャトー・カントメルルです。分厚いステーキを切り分けます。ステーキの焼き具合はウェルダン。このステーキはソースと野菜の相性が抜群。ステーキを食べながらのワイン。本当に贅沢な空の上での食事です。そろそろニューヨーク。あっという間の14時間のフライトでした。遠回りを選んででもカタール航空に乗れて本当に良かったです。さて次回からはアメリカ横断の旅。お楽しみに。